よし。ただいま。ただいま。三重から帰ってきました。メイチです。ともです。じゃあとりあえず BJC の結果からちょっと話していきたいと思います。僕は9位でした。惜しかったな。でもチャンスは結構あったしね。ちょっと実力不足だったなってちょっと感じました。そしてなんといってもトマさん BJC 初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝しました。かっこよかったね。応援ありがとうございます。10年目にして10回目そうだね。もう10回目で優勝ですね。いやかっこよかったね。なんかもう世界選手権を彷彿させる感じで。そうだね。結構決勝は課題の流れ的にも前半からいい流れのまま最後までいけたからよかったな。すごい。いやでもこれでさ、やっぱトム君ずっとさ、なんか国内大会出るたびにさ、この彼は世界チャンピオンですが国内戦優勝したことないんですってずっと言われ続けてたじゃん。だからやっとこれで言われなくなる。その呪縛から解放されたね。ついにやっぱ嬉しい。いや、ほっとした。結構やっぱり嬉しいって感じじゃないんだ。やっぱりそのやっぱワールドカップだったり世界選手権でも優勝してるし、その優勝する力はあるっていうのは分かってたから、それは誰もが知ってますけどね。でその中でやっぱり優勝できなかったっていうのはすごい自分の中でも引っかかってたから、そこがすごい良かったから。いやマジでもうおめでとうとしか言いようがない。僕もちょっともうちょい頑張んなきゃなっていう。でもとりあえず代表権は獲得はしてるから、代表権はとりあえず日本代表にも一応慣れたんで、もしも出場できるワールドカップが何戦かあったらそこは頑張っていきたいなと思います。はい。じゃあ、ちょっと予選から振り返っていこうと思うんだけど、そうだね。軽くどんな感じだったか。でまず予選はやっぱりすごい予選らしい課題だったよね。なんかねまとまってた本当に。もうなんか1から5まででなんか全部違うタイプの課題がストーリーがあったよね。ちゃんとその1課題目でなんかこうちょっとテクニック系、なんかテクニックとか少し癖がある課題で、どうシークエンス系で2がちゃんとした保持系で、3で真っ向フィジカル系で、4がさらにフィジカル系、フィジカルテクニックフィジカルみたいな感じで、なんかがっつりフィジカルというよりもで最後スラブでもうバランシーな感じで、すごいやってて楽しいラウンドだったね。予選は僕なんか神がかってたしよかったなんか一番完登数が低かったなんか4課題目なんですけど、その課題を結構そのトップ勢も苦戦してて、でメイチがピュッてやられてピュッて登っていっちゃってよかった。ちょっと裏話みたいになっちゃうんだけど、4課題目を登ってる時に、ともくんとかベイちゃんがさもう先に終わってるじゃん。ベイちゃんも終わってたよね。で会場で応援してくれてたんだけど、僕がアンダーをピュッて簡単に止めた瞬間にトム君が「あー!」って言ってそうだったっけ。声が聞こえて、なんか「メイチ頑張れーおー!」ってあれは良かったね。5回ちょっとアテンプトがもったいなかったなと思って。そうね。あとともくん予選はね、ともくんの登りが僕ちゃんとその映像でしか見れてないんだけど下手くそすぎて、僕でもなんだけど、そうだね、そのチャンピオンに対していや下手だったねなんかやっぱり普段全然テープ課題とかも触んないし、優しいグレードの課題ってあんまりやらないから、なんか強さを追求してる感じだからね。トレーニングで追求してることからちょっとうまくまだ予選は当てはめられなかったかな。そこからね、準決勝準決はとにかく俺は登りづらかった。同じく、本当に苦しかった。ラウンド1本目は結構普通だったか1はストレスあったけど、なんか久しぶりに歩く系の準決勝出たなと思って、あの壁で、でも結構さ練習でもさああいうのやってたから、すごいそこはだいぶ練習成果出たね。で2が結構キーの課題だったよね。やっぱり1、2の関東で決勝に行けるかどうかは決まってたから。決勝行った人だってあれユージ君以外が1、2だもんね。あとはそれ以上登ってるかだから、そうだよね。2やっぱり俺出た瞬間さ、その左手ね、ブラックマーク、かかとのね、トゥーフックかヒールでなんかコーディネーションしたのかなみたいなマークがついちゃってた。それに引っ張られちゃってたけど、俺は途中で気づけたから思い切っていけたけど、気づいたんだけど、ラストトライでちょっと遅かった。いやもうそのムーブに一点張りでいかなくて、そのトライをやってる最中にもしかしてこれゴールガバだから飛んだ方がいいんじゃないか気づいて、なんかちょっと中途半端に出たらスポ抜けて起こして決めきれなかったから。コンペ中はでもやっぱりそういうムーブを決める覚悟みたいな重要だよね。やっぱどれだけ思い切るかっていうのは本当に重要だなっていう。で3課題目か。
3、4は苦しかったな。そうだね、結構疲れる系で嫌だったね。久しぶりにあんなにシミュレーションとか回してて体力がついたなって感じてたけど、やっぱ大会は全然違うね。やっぱりもう緊張でもさと、結構最後のトライでもさ上まで行ってたじゃん。いやもうもちろんそれでよかったよそうなんだけど苦しかった本当に。分かる、ポジションがね。なんか自分緊張してんのかなって思ったもん、やっぱり。で決勝はもう俺オブザベした段階で実はその1課題目がキーになるなって、俺はね思ってて、でも僕もね、確実に1をともくんが登ったら、相当2と3が得意だったじゃん。そうそうそう。で4は分からない、もう本当未知数だったけど、でも言ってしまえば3関東じゃん。1を登ったら、ともくん2と3絶対できると思ってたから、だから1登るかどうかが本当に重要だなって思って応援してたら、俺もオブザベで分かってたから、やっぱりアテンプト少なく絶対決めきろうって思って、そこで本当に決められたから、あれで本当にいい流れに乗れたし。いや本当に1課題目の最後のさ左に渡るところ、写真出てるかもしれないけど、あそこで丁寧にフックを残したりとか、トゥー直したりとか、その最後の最後まで丁寧に登ったのは、なんかその予選の雑な登りをしてた人とは思えないぐらいの修正力だったなっていう。そうだね。でもやっぱり予選準決経て徐々に体が整っていったから、そこが良かった。あと頭とかね、相当冴えてたよね実際、いや見てて思ったけど決勝ラウンド。でも俺結構毎年そうで、ワールドカップもやっぱり初戦っていうよりはやっぱりどんどん良くなっていくっていうタイプだったから、研ぎ澄ましていく感じだもん。その辺はもう早い段階でかなり良かったから良かったよ。で2課題目もさ、3段コーディネーションだね絶対に設定はパンパンじゃん。でもアメリカでさ、前やられてたの僕見てたんだけど、3段コーディネーションを止めた人はみんな2個目で止めるっていう、あれ1個目だっけ、あれ2個目ぐらいじゃん。2個目はポンポンだよね。今回と同じパターンで、トム君1回やって2回やったコーディネーションでやった。そうだよね、2回やってすぐ切り替えたから、やっぱ冴えてるなってやっぱ思ったね。こだわんないっていうの。そう俺はやっぱり自分自身コーディネーションが一番得意だから、求められてるしそれに応えたいし、観客もやっぱりそれを求めてるっていうのもあるじゃん。わかる。だからそれに今までこだわっちゃってたけど、やっぱりそれでやっぱり今までたくさん負けたりしてきちゃったから、ここはやっぱり変わんなきゃなっていうふうに思って変えたのが良かったな。勝ちにこだわるっていうのは本当に大事だよね。結構大会だと特にそうだね。なんだろうな、ワールドカップとかさ世界選手権とかは泥臭くいくっても感覚あるじゃん、世界選手権とか。でもやっぱ国内大会はやっぱ勝ちにこだわるみたいな意識薄かったね。薄かったじゃん、泥臭くいくっていう意識が薄かったから、それがすごいなんか見られたではないけど、今回結構あっさり勝ったけど、結構内容苦しかった。そうあっさり勝ったように見えるけど圧勝だったし、でもやっぱそこは結構なんか本気で勝ちたいんだなっていうのは見てて思ったり。でも大会通して本当に日本人というかマジでみんな強いよね。強いね、強い。どんどんレベル上がってきて、下の子もやっぱり上がってきてるし、そこは感じたかな。いや実際ね、日本人強すぎてもう困っちゃう、もう毎年一応僕ももう何年だ、2017年、6年にリードの代表になってから一度も代表落ちたことないんだけど、いつ落ちちゃうんだろうって思うもんね、やっぱりずっと。本当に強い。みんな知らない無名の子がさ、無名って言うとあれだけど、僕が知らない子が急に決勝に残ったりもするわけだし、何年も前もそうだし何年か前も。本当に日本はレベルが高いっていうのを感じますね。でちなみに僕たち今ノースの格好だと思うんですけど、実は今週末にリードのまたジャパンカップっていうのがあって、それに向けて今調整中です。登ってました。はい。でやっぱりボルダーからの切り替えだから、その辺もしっかりしていかないと。僕はもともとさ、結構その力んで登るタイプじゃないじゃん、ボルダーもリードも、だからそこまでなんかリードの調子が下がってる感じはしないけど、人によっては結構厳しそうだよね、その選手によっては。特に俺とかはかなり瞬発系だから、ボルダーが、ここでやっぱり瞬発系の体のままリードに行っちゃうと、すごいパンプしてすぐに終わっちゃうっていうことがあるから、しっかり調整してきます。3日後大会なんで、楽しみにしててください。頑張ります。予選からしっかり気合い入れて。でちなみにそのリードのジャパンカップも、そのジムスカっていうその日本スポーツクライミング協会、JMSCA ね、の YouTube でライブがあるので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。
概要欄に貼っておきます。ここね、概要欄。今回は本当に楢崎兄弟2人の応援ありがとうございました。ありがとうございました。そのおかげもあって僕も優勝できましたし、明治も代表権を獲得して、はい、まあ決勝には行けなかったけど、でも本当にね、もう大会始まる前からそのラストシミュレーションって出した動画に、みんな、まあ、皆さん温かいコメントをしてくれて応援してるっていうコメントを見て本当に頑張ろうって気持ちになれたんで、本当にコメント助かってます。ありがとうございました。ありがとうございます。で今週末の LJC も2人で頑張るので応援よろしくお願いします。頑張ります。じゃあね。バイバイ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。